はい、どうも、料理人 VTuber の高美人でございます。ということで、月1企画の集まれ、料理超初心者のお時間でございますね。今回はご紹介いたします料理はこちら。はい。反則ちゃんぽんでございますね。反則とついてますので、当然裏技使わせていただいております。はい。その技は、はい、こちら、せーの、ドン。はい。ソーミシャンタン、こちらちょっとね使わせていただきますが、普通には使いません。ちょっとしたねテクニックを加えたところで、ご紹介したいなと思っております。はい。で、こちらですね野菜たっぷり召し上がれますし、さっとね作れるようにレシピの方はまとめてありますので、ぜひぜひねご参考いただければと思いますので、それじゃあね早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料紹介です。ではね、まずこちら、ソーミシャンタンご用意ください。で、こちら調整豆乳とごま油です。必ず調整豆乳ご用意ください。で、生ラーメンですね。こちらお好みのものご用意ください。で、シーフードミックスと、あとこちらカット野菜ですね。ご用意ください。で、具材ですね。具材で、こちらコーンですね。で、あとナルトですね。こちらもお好みですので。はい。で、あとうずらの卵ですね。で、シーフードミックスを使う分まず、水の中に入れちゃいます。解凍を込めて、やるやり方ですね。で、水の中に入れましたら塩をですね軽く入れてあげてください。でよく混ぜてあげて、まずは下処理はもうこれで終わりです。で、フライパンに、ごま油を入れていってください。でそこにですね、ソーミシャンタンこれ 5g ですね。 5g ほどまず入れてください。でここでですね、このごま油にソーミシャンタンを溶かしていきます。でそうすることによって、こうソーミシャンタンがきれいに溶けていきながら、香味油がねしっかり出来上がっていくっていうことになってきます。でこちらですね焦げやすいので、火加減は気をつけて、火加減かけてください。こんな感じでね色がついてきますので、もうそうなりましたらまず、今回はシーフードミックス入れさせていただきます。で最初にねイカを入れて軽くこう回していただいたら、他の具材も入れて軽く煽っていきます。で軽くこう炒めたところに、今から野菜の方を入れていきます。で今からこの香味油を野菜にまんべんなくいくように回していきます。で私は慣れているのでこう煽ってこうねひっくり返したりとかしてるんですけども、慣れないうちはこうヘラでねうまくこうひっくり返してあげて、全体にねこの香味油がいくようになじませていただければ OK です。こんな感じでねもやしから水分が出てきますけども、これがすごい重要になってきますので、はい、この水分が出てきましたら、今からここから、他の具材も加えていきます。まずナルトですね。ナルトも入れちゃいます。でコーンとうずらですね、もうここで入れちゃいます。
で、そうしましたら、ここで豆乳入れちゃいます。で、入れましたら、この豆乳とこう出てきたもやしの汁ですよね。これを味を合わせていくっていうような工程になってますね。で、少しだけ水を入れましょう。ちょっとですね、調整豆乳の方が結構味濃いですので、少しね、水を入れてあげてちょうどいいかなっていうところです。分量に関しましては、概要欄の方に詳しい分量入れておりますので、ぜひ見てください。で、ここで一回ね、味を見ます。で、ちょっとね、ここでプラスソーミシャンタン入れます。で、これ分量を計量しましたので、だいたい 5g ここで追加で入れてました。で、豆乳なんですけども、一気にこう、ふわーってこう、膨れ上がって、溢れ出してしまいますので、火加減は気をつけてください。一旦これ火を弱めて、今、ソーミシャンタンの方を溶かしていってます。で、全体にね、味がこう、馴染むように、よく回してあげて、で、ちょっとね、軽く火を強めました。で、ここでね、もう一回ちょっと味の方見ます。で、少しね、塩気を入れたかったので、塩を入れさせていただいて、ここで整えましたね。白胡椒を入れていきます。こちら、お好みで黒でも白でも、どちらでも大丈夫です。お好きな方を使っていただければ OK です。で、ここで麺茹でてちゃいましょう。これは袋のね、規定時間で、OK です。私のこの使った麺は3分でしたので、今から3分茹でていきます。これで味はバッチリ決まりましたね。で、麺がね、ぼちぼち茹で上がるよっていうところですね。麺はこう、溶き卵こうやってほぐしてね、よーくこう全体に茹で上がるようにしてあげてください。では、時間になりましたね。で、麺をね、水気を切って器の中に入れていきます。で、ここでですね、ごま油麺に絡めます。で、これなんでするかっていうことなんですけども、ここでですね、ちょっとごま油、絡めることでですね、麺がですね、スープすごい吸っちゃうんですよね。で、このごま油を入れてあげることによって、麺が吸うのを防ぐ役割と、あと香り付けの役目もあります。で、ここでね、スープちょっと入れたら、麺を軽くね、整えてあげて、で、スープをね、ここでしっかり全部入れちゃいます。で、具材を持っていきましょう。はい、こちら半速ちゃんぽんでございます。いかがでございますでしょうか。いただきます。うずら好きなんですよね。で、ナルトもちょっともらっていただきます。こちらね、ソーミシャンタンと豆乳とごま油で作ったスープになるんですけども、単純に美味しいは美味しいんですけども、それだけだとちょっと物足りなくて、でこの野菜を炒めた時のこのもやしから出てくる水分がすごい重要で、その水分と他の具材と合わさったこのね、うまみをもう豆乳をね入れていって、こう合わせてこうマリアージュしていってできるこの一杯が結構ね美味しいですよ。はい。時短レシピっていうわけではないですけども、手軽にね野菜も取れて、切り物もなしでも作れちゃうような料理ですので、
本当に忙しくて帰ってきてもう何も作りたくないけどでも食べたいっていう時にはすごいおすすめの、反則ちゃんぽんでございます。はい、ぜひ作ってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。反則ちゃんぽんでございました。で、こちらですね、今回はシーフードミックスを使わせていただきましたけども、何もね、無理にシーフードミックスを使わなくても、冷蔵庫にあるものでね、間に合わせていただければ全然 OK かなと思っております。で、今回は、ごま油に、ソーミシャンタンをこう溶かしてから、そこからですね、香味油を作って野菜、シーフードミックスを炒めさせていただきました。これをすることによって、豆乳をね、後から入れた時にその野菜の旨味、それと香味油、ごま油で作ったソーミシャンタンの香味油、これらがですね、まとまって、しっかりしたね、スープになるっていうのが、今回のこのレシピの肝の部分になっております。はい。栄養面はどうなんですかっていうところです。これは確かにカットした野菜はカットしたね切り口のところからビタミン C が欠乏していくとかそういうことは確かにあります。はい。ですがです、ここでですね、私がなんで、今回このカット野菜を、レシピの中に加えたかっていうことなんですけども、私としては、料理超初心者の方々がこれから料理をするっていう時に、完璧なその栄養を求めてしまって、で、それが結局調理することにおいて面倒なことになってしまって、で、最終的に、結局インスタントの方に走ってしまうっていうことになってしまったら、本末転倒なんですね。ですので、私としてはまずはカット野菜から始めていただいて、で、そこから、野菜を摂取する手段として、こういったね、反則ちゃんぽん、反則でもいいので、栄養のある美味しいものをまず召し上がっていただきたいなという考えから、今回はカット野菜の利用していただくっていうところを採用させていただきました。で、まずね、そういったものを使ってみて、料理をしてみようっていう、その第一歩が私一番大事だと思っております。そこから、もしかしたら、これぐらいだったら私切れるかなとか、ちょっと今度包丁握って、これ安いな、これ使ってみようかなとかっていうようなところから、まずその包丁を握ってみるとか、スーパーで、今まで触ってこなかった食材に手を伸ばすとかっていうところ、絶対それはね、私どの方でも第一歩ってそこからだと思ってます。はい。ですので、カット野菜を使うことに対してちょっとね後ろめたさとかは持たなくても全然私は OK だと思ってます。はい。ですので、スープにおいてもソーミシャンタンのこういう使い方がありますよっていうご紹介も兼ねて、反則ちゃんぽんっていう形で今回はご紹介させていただきました。はい。ということでね、以上が反則ちゃんぽんのご紹介でございました。で、ちょっとねお知らせがあります。こちらのですね、集まれ、料理超初心者は今回で最後になります。1、2、3回目のこの3回目のこの反則ちゃんぽんが最後になります。一旦ですね、こちらの企画封印という形にさせていただきます。はい。で、理由につきましては、明日ですね、2025年12月の31日に、皆様にね、本年も大変お世話になりましたというね、ご挨拶動画を出させていただきます。で、その時にですね、後半の方に、ご説明のね、今後のちょっと、この、高見仁のガチレシピの方針とかですよね、ちょっとお話しするシーンを入れようかなと思っておりますので、そちらの方でね、新企画の方のお話もさせていただけたらなと思っておりますので、ぜひね、明日アップの動画の方も見ていただけたらなと思っております。はい。ぜひですね、こちら、反則ちゃんぽん、反則ではありますけども、味はマジで、二重丸です。ぜひ試してみてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。